とうとう来ました。ずっと探し求めていたポータブルクーラーが。今回はスイデンのスポットエアコンハンディクーラーを検証します。少し前に挙げた中富ポータブルミニクーラー、車中泊で冷えなく落ち込んでいるところ、視聴者様からスイデンのスポットエアコンを教えてもらいました。こちらの排気システムが理想の形でした。冷えるか確証はありませんが、自腹で購入してみました。5万円となかなか高額でした。なので案件ではなく忖度なし、ありのまま皆さんにお伝えしますね。実用的に使えたら夏の車中泊の救世主になると思います。この排気システム、何がすごいか少し語らせてください。超車中泊向きなんです。こちらスイデンのサイトにあった画像です。四角内が車内と想定してください。ポータブルクーラーから排熱が車外に出て、冷風が車内に出ています。注目してほしいのがこの吸気2箇所です。こちら側は冷風用の吸気です。車内の空気を吸ってポータブルクーラーで冷やして車内に冷風を出します。車内で巡回しているだけです。もう一つの吸気、こちらは排熱用の吸気になります。車内の空気を吸って車外に排熱を出します。ということは車内の空気吸った分、どこからか空気が入ってくるんですね。車というのは必ず隙間が空いてます。外の空気が入ってきます。外気温が30度を超えてくると常に温風が車内へ入ってくる状態になり、冷房能力の弱いポータブルクーラーは冷えません。外で使うならこれでいいんです。でも通常のクーラーのように部屋全体を冷やすためにはこちらですね。今回のスイデンの排気システムです。排熱側の吸気が車外に設置されています。なので車外の空気を吸って車外に出すので、外で空気が循環、中の冷風は中で空気が循環、外の空気が中に入ってくることがなくなり、冷房能力をフルに活かすことができます。もう一つスイデンがすごいのが消費電力なんです。カタログでは 250W です。去年検証で成功したクレクール3、こちらよく冷えるんですけど 400W 近く消費電力があるので一晩は厳しいんですね。250W だと超大容量ポータブル電源 1500Wh クラスで単純計算で6時間持ちます。これだったら実用的ですね。自分が求めているシステムは外部電源なし、ポータブルバッテリーで一晩動くシステム。スイデンまさに理想です。あとは冷えるかどうかですね。さすがにヒーローは厳しいと思うので、今回は熱帯夜を想定して日が暮れてから実験したいと思います。そして大容量ではない出力の低いポータブルバッテリーも動作チェック、騒音チェックもします。これ本体が5万円と高かったんですけど、さらにですね、排気ダクトオプションで別でした。しかも結構してました。頼む、冷えてくれ。今回も最後までお付き合いよろしくお願いします。それでは軽キャンピングカーインディ727にこのスイデンのスポットエアコン設置していきます。今の温度がですね、外気温これ日陰に置いてきました。だいたい35度ですね。めっちゃ暑いです。車内の温度が38.4 度、めっちゃ暑いです。今時刻は3時過ぎているんで、もう暑さのピークは過ぎたんですけど、まだ結構暑いです。で車体には太陽は今直接当たっていない状態です。車内の温度が分かるように日陰のところにこの本体センサーを置いてます。で中に温度計ワイヤレスで2つ置いてます。じゃあこの状態で温度も測っていきます。それではまず開封していきます。こちらが本体になります。すごいこのモスグリーンかっこいいですよね。今まではスポットエアコンだと白か黒だったんですけど、モスグリーンなんかアウトドアにも合いそうです。入っていたのが本体以外にトリセツと、あとはこのドレーンホースですね、こちらがついていました。こちらが操作パネルです。これが運転ですね。で停止、そしてタイマー、こちらがエアコンの冷風モード、静弱強パワフルって4段階があります。あとは送風だけのモードですね。本体の正面ですね、こちらに冷風の出口があります。そしてこの冷風出口のすぐ横、この冷風の吸気口があります。レバー引くとこんな感じで冷風のフィルターがついてます。これは掃除便利ですね。本体の後ろ排気口ですね、排熱です。そしてその横にすぐ排熱側の吸気口になります。
なので外の空気吸ってここから排熱される感じになります。ここにドレーンホース差し込み口が入れます。これで水ですね排出できます。で取説読んでいるとこの排熱ですね、こちらは40センチ開けてください、冷風の吸気口も30センチ開けてくださいと書いてました。なのであまり壁側に設置するのも良くないっぽいですね。状況を見ながら設置していきます。今回オプションの排気ダクトを変えました。こちらが期待している商品になります。これを本体の後ろに取り付けて、そして排気ダクトを設置します。こんな感じで簡単にはめ込むことができます。これを車外に出してあげることによって効率的に冷やすことができます。取り付けていきます。もうネジで取り付けていくだけです。ぴったしですね。やっぱ純正なんでこの辺はしっかりしています。それでは一度車内入って取り付ける位置決めたいと思います。サイクルキャリアの中ですね、日陰の中の温度が 35.5 度、そして車内ですね、温度39度です。もう40度ですね。中入るの嫌やな。頑張って設置していきます。設置する場所なんですけど、助手席ですね。助手席の窓から出すやり方と、あとはここ後ろに置いてしまって、で後ろのですねこの窓から排熱するやり方2種類あると思います。で今回はですねこの後ろの方から出したいと思います。なのでここにですねプラダン貼って、で穴2つ開けて排熱と吸気ですね両方通します。これ横幅があんまないんでこんな感じですごい置きやすいですね。これはかなりメリットだと思います。いやーもうほんとめちゃくちゃ暑くて、この中サウナ入ってるみたいです。これ長時間おったら危険ですね。それでは早速窓のプラダン作っていきます。それではですねこちらのポータブルバッテリーで実際にスポットエアコンですね動くかどうか確かめていきます。でちょっともうめちゃくちゃ暑かったんで家の中でここだけ実験したいと思います。なので子供とかね声聞こえるかもしれないんで、その辺だけご了承いただければなと思います。じゃ撮影してくるな。もう遊びに夢中のようですね頑張れやって頑張ってくるわな。な。こちらのポータブルバッテリーなんですけど弱率1500ですね。定格出力 1000W あります。容量 1500Wh なんで、もうこれを今回メインで使おうと思います。この定格出力が低いエコフローですね、こちら 600W です。そして弱利のこのちっちゃい方ですね、こちら定格出力 500W です。これ動いたら結構安いポータブルバッテリーでも動くんで、かなり実用性があると思います。それではまずですねこの弱率1500こちらで動かしてみます。スイッチを押します。とりあえずこの弱で試していってみます。今弱でですね消費電力が 100V60Hz で 195W 消費されてます。もう7個動いてますね。それでは次こちらエコフローリバーですね、こちら試していきます。定格出力 600W なんですけど 600W 以上 700、800W の電化製品つけても抑えてくれる機能があります。なので問題ないと思うんですけど一応チェックしておきます。スイッチを押します。エコフローでも問題なくつきました。もう5分ぐらいこれ経ったんですけど 145W なんですね。さっきの弱利が 180W 以上だったんでなんか消費電力少ないんですね。ちょっとこれが謎ですね。 100V の 60Hz ですね。こちらも問題ないですね。それではこちらの弱利の定格出力 500W の方で試していきます。スイッチつけます。で弱にします。今消費電力が 148W ですね。なのでこっちも消費電力がエコフローのように少し小さいようです。ただ問題なくつきました。これは嬉しいですね。で今弱で 149W なんでこの正とあと強とパワフルですね、こちらも調べてみます。
気になるのが静弱強パワフルで、この風はすごい変わるんですけど、冷房能力は多分あんま変わってないと思うんですね。触った感じ。ちょっと温度調べてみますね。冷房能力は一緒なんですけど、静弱強からパワフルにすると、パワフルがやっぱり冷えましたね。これ風いっぱい送られてるんで、その分冷えた可能性があります。だいたい一緒ぐらいの温度が前から風来てます。で後ろ測ってみます。こちらの排気ダクトですね。こちらが50度ぐらい出てますね、温度。次騒音が気になったんで一度測ってみたいと思います。まずはこの弱からですね。本体から1メーターですね、離したところで騒音を取ります。とりあえず全部問題なくつきました。で今回は消費電力ちょっと高いんですけど、容量一番ありますんで、この 1500Wh の弱利1500で実験していきます。それでは車内で設置していきます。それではスポットエアコンの排熱ダクトセッティングしていきたいと思います。さっき作ったこのプラダンですね、こちらを窓に養生テープで貼り付けます。とりあえず仮で隙間なく貼り付けてダクトを設置したいと思います。こんな感じで排熱ダクト処理できました。こっち側が吸気ですね。でこっち側が排気になります。これが結構温度高くなりますんで、100均で買ってきた断熱シートですね、これ巻きつけて温度上昇を防ぎたいと思います。断熱シート巻きつけました。これで温度上昇は抑えられると思います。後ろのドレーンホースなんですけど、こっからはわしてキッチンに流します。なので水出ても大丈夫だと思います。楽しみですねこれ。いやしかし中もうほんと暑いです。温度計なんですけど、エアコンのすぐ前ですね、そこにワイヤレス温度計1、そしてこのエアコンから一番遠いところ、反対側のテーブルのところに2のワイヤレス温度計を置いておきます。で最初はですね、あまりうるさくない弱で回してみます。冷房が動きました。今 185W 消費されてます。残量が 98% ですね。1時間測って温度と、あとポータブル電源の残量も測っていきます。車内の冷気循環させるようにもこの運転席のカーテン閉めておきます。できるだけ空間狭くします。そしてこの扇風機で反対側に送ります。で扇風機は弱利の1500と違うやつで動かします。そうすることによりエアコンのポータブル電源の消費電力が分かると思います。では動かしていきます。はい、でこれでですね、冷風が向こうに行ってで扇風機で拡散されて、こっちが部屋全体冷えると思います。で現在の気温ですね、外が 31.4 度、中が1が冷風機の前ですね、 33.9 度ですね。テーブルの上が 35.4 度です。これで1時間測っていきます。バッテリー残量が 97% ですね。でワット数は265に上がってます。では1時間様子見ます。火もすっかり暮れました。今7時半ですね。それでは温度見ていきます。後ろの窓から排気ダクトが出ていまして、ここからあったかい風が出てます。ちょっと温度だけ測っておきます。40度ぐらいですね。42度の熱風が出ています。サイクルキャリアの中に温度計開けておいておきました。で外の温度が 29.3 度ですね。中が冷風側ですね、それが 29.2 度で、テーブル側は 31.4 度。中は風があるんでちょっと過ごしやすいって感じですね。バッテリー残量が 82% になりました。でちょっと1回切っておきます。中の排気ダクトの温度が35度ぐらいですね。で断熱を取ると43度ですね。なのでやっぱり10度ぐらい、10度近くですね。この断熱の効果で室内の温度上昇は少し抑えている状態だと思います。でこのドレーンホースですね、ここまで水が来ています。流れてきました。ちょっと溜まってましたね。弱で1時間冷やした結果、そんなに冷えませんでした。結果的にはこの冷風出口の前ですねの温度計が外気温と一緒ぐらいですね。そしてこのテーブルの方は外気温より上になっちゃいました。最初の車内の温度からするとだいぶ下がったんですけど、外気温と比べると
下がってないんで、結局これだったら窓開けてもう換気扇した方が早いっていう話になりますよね。で今度はですね、パワフルモードですね。これちょっと最後にやってみたいと思います。そうですね、やっぱかなり音がします。消費電力は 340W 出てます。残量が 81% ですね。じゃあこれでまた最後温度測っていきます。現在外が 29.4 度、中が30度、そしてテーブル側が 31.5 度ですね。ちょっと僕が入ったんでやっぱ温度上がりましたね。でこれを外に置いて測っていきます。ではまた1時間後に計測したいと思います。頼む、冷えてくれ。はい、それでは1時間経ちました。結構冷えてましたね。外が 29.1 度、中が 27.2 度、テーブル側は29度。中入った感じ、寒っていうのはないんですけど、結構過ごしやすい温度ですね。でエアコン除湿されてますんで、湿度がないんで過ごしやすいかもしれません。ポータブルバッテリーの残量は 59% になりました。このパワフルモードでしたら少し温度が下がりますんで、快適に熱帯夜眠れそうです。ただ音がねちょっとでかいですね。これはいやー、かなりシステムは良かったんですけど、もうちょいですね。というわけで検証結果まとめると、1時間計測、風量弱、車内冷風前温度計 33.9 度から 29.2 度、マイナス 3.7 度、外気温 29.3 度と比べるとマイナス 0.1 度、風量パワフル30度から 27.2 度、マイナス 2.8 度、外気温 29.1 度と比べるとマイナス 2.1 度ですが、車内テーブルウェイ温度計は29度という感じでした。皆さんどう思われましたか？なんか微妙ですね。パワフルにすると外気温よりマイナス 2.1 度冷えますが、テーブル上の温度計は外気温と比べるとマイナス 0.1 度とほぼ同じでした。人がいるとさらに温度 1,2 度上昇すると思います。パワフルは冷える冷えない以前に車内で使うには騒音が気になりました。外用だと思います。カタログにはテントや車内といった小空間の効率のいい冷房を実現します。マイナス5度と表記されていたので残念な結果になりました。ただトリセツ通りに冷風用吸気が壁から30センチ離れていなくて10センチくらいだったのと、排気ダクトをもっと短くすればもう少し改善できた可能性はあるかもしれません。排気ダクトシステムは秀逸なので、もう少し冷たい風が出ればもっと冷えそうです。そして今までいろいろ検証してきて冷えないクーラーには2つの共通点があることが分かりました。水田のスペックを見ると冷媒が R134A と書かれてます。この冷媒はエアコンの心臓みたいなものなんですが、この R134A どこかで見たことあると思えば、今まで検証していまいち冷えなかったポータブルクーラー全てこれでした。 Mac10、 中富検証していませんが、感激くんもみんなこれです。もうこの冷媒が搭載されたエアコンで熱帯夜、車内が冷えることはなさそうです。2つ目、排気ダクト。排気ダクト1本のものは車内で使うと常に外気が入ってくるので、冷媒の弱いクーラーでは車内温度を下げることは難しいです。これから車中用にポータブルクーラー買われる方は冷媒とダクトの数、この2つを注意してみてください。やはり現状クレクール3を化合して使うのが現実的なようです。水田の排気システムでクレクール3の冷媒、そしてもっと省エネ化できれば車中泊で使えるんですけど、どこかの企業さん作ってくれないですかね。絶対に売れると思います。あと気になるポータブルクーラーがゼロブリーズマーク2ですね。こちらも2本ダクトついていて同じ排気システムです。ただお値段20万円くらいします。バッテリー込みで5時間持つのは魅力です。こちらも検証して動画にしたかったんですが、自腹で購入するにはハードルが高いです。どなたか持っていたら貸してください。関西だったら伺います。よろしくお願いします。検証して動画にしたいと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。新発売のスポットエアコン購入しました。試してみます。いやー、暑くなってきましたね。これから北海道や標高の高い場所以外車中泊厳しそうです。
エンジンつけずに外部電源なしで車内で一晩過ごせるエアコンを探していたところ、こちらのポータブルエアコン Amazon で見つけました。部屋全体を冷やす商品ではありません。でも去年動画で成功した2ルームシステムなら冷えるんじゃないかなと思ってポチってみました。ポータブルエアコン、排熱を外に出すだけだったら冷えないんですよね。コツがいります。去年はクレクール3で検証しました。十分冷えるんですが、超大容量のポータブル電源が必要になってきます。消費電力の低い今回買ったポータブルエアコンに希望を託してみます。まずは分解して構造を分析して2種類の吸気口を見つけ窓に設置し日中実験します。音量もアプリで測定してみます。このポータブルエアコンで冷えたら夏でも快適に車中泊やもしもの災害でも使えます。ダメ元ですがやってみます。じゃあ早速開封していきます。はい、じゃあこちらが本体で、そしてこれは排気ダクトですね。それとこれは排水ホースですね。であとは取説が入ってます。この前のこちらから冷風が出て、で後ろここですね、熱風が出ます。この熱風のところは排気ダクト取り付けられます。すごい簡単に装着可能です。これはいいですね。この熱風出口のすぐ下にドレン口があります。ここにこのホース差し込みます。そうすると水が流れてきます。冷房能力が 50Hz で 0.33kW、60Hz で 0.37kW です。消費電力は 50Hz で 132W、60Hz で 158W です。で騒音値というのがありました。 50Hz で 54dB、60Hz で 56dB です。後で実際に測ってみます。で持ち上げてみると、片手で大丈夫ですね。持ち上げれます。移動とかは全然問題なくできると思います。それでは早速インディ727に設置していきます。こちらがクレクール3になります。じゃあこの2つの冷房能力比較していきます。じゃあまずは冷風吸い込み口と熱風吸い込み口調べます。こちらが今回の2ルームシステムのポイントになります。このフィルター取ると、ここに吸い込み口があります。この本体ですね、向かって左側と向かって右側に吸い込み口があります。これが熱風なのか冷風なのか調べます。こんな感じになってます。ちょっと一回この状態で動作してみます。今送風スイッチを押しました。冷気は出してない状態です。ここから風が出て、でこっち側のファンは動いてないですね。ここから空気吸って出てるだけだと思います。じゃあこの送風の状態で冷風に変えます。スイッチを押しました。ここ回りましたね。ここから熱風が出てますね。なのでやっぱりこっち側が冷風スイッチを押した時に働く熱風の吸い込み口になります。でこっちから熱風出口で出ます。このパイプですね、これが冷やされて、でここに冷風吸い込み口が空気入って、ここから冷たい風が出ます。ということはですね、ここが冷風の吸い込み口、この網のところですね。そしてその後ろが熱風の吸い込み口で、熱風吸い込み口はこちら側ですね。反対側にもあります。取り付ける場所なんですけど、2箇所考えられると思います。一つはこの車内の窓ですね。ここから熱風を出して、熱風の吸い込み口もここから取る方法です。ただこちらの場合問題点が、この熱風の吸い込み口がこっちと向こう2箇所から吸わないとダメなんで、結構加工が大変かなと思いました。なので今回は助手席からの2ルームシステム、クレクール3の時と同じやり方ですね。それでやってみます。ただインディの場合、この助手席がフラットにならないんですね。なので今回はこの木をここに置いちゃいます。こんな感じで木の板を固定しました。ここの上に置きたいと思います。排熱なんですけど、この100均で売ってたカラーボードを自作しました。こんな感じになりました。ここから排熱が出て車の外に出ます。そして熱風吸い込み口、運転席側の窓を開けてます。ここから外の空気入ってきます。スポットクーラーから出る排水ですね。この水がここにペットボトルに差しておきました。
ギャレーにそのまま入れてもいいんですけど、今回水の量も見たかったんでここに置いてます。ここをですね、このカーテンで閉めます。であとちょっとクリップとかでしっかり密封します。そうすることにより、この中側はこの冷風ですね、部屋の空気吸って冷風が出て空気圧変わらず巡回してくれます。はい、セッティング完了しました。こんな感じでちょっとクリップで留めて、あとは養生テープですね、とりあえず仮で留めました。隙間下あったんで、ここはもうタオルで埋めました。かなり簡易的なんですけど、空気はちゃんと運転席側と分かれてると思います。それではまず温度計なんですけど、4つ設置しました。まずはここですね。ここがスポットクーラーのすぐ前になります。そして車内2つ目がこちらですね。スポットクーラーの反対側、テーブルの上に温度計設置しました。そしてカーテン仕切った外側、運転席のダッシュボードの上に温度計設置しました。外気温を設定する場所なんですけど、このサイクルキャリアのリアボックスの影の中ですね、開けてここに置いてます。こうすることにより影の温度が測定できます。温度計設置してから約1時間経ちました。外の温度が 31.1 度、車内が 30.7 度です。で車内の反対側ですね、テーブルの上が 32.5 度で、ダッシュボードが 33.4 度。だいたい外の温度と車内が一緒になってます。でこれで測定していきます。で今回使うバッテリーがマックスパワーの 1500Wh です。これはファンレスのタイプになります。今 100% ですね、充電してきました。それではスポットエアコンスイッチ入れます。ポータブル電源の方は 60Hz に設定しました。で今だいたい 160W 出ています。でこのままいくとだいたい 6.9 時間なので7時間ぐらい使える計算になります。このエアコンの吹き出し口ですね、こちらの今の温度が20度ぐらいですね。外の熱風排気口ですね、こちらの温度も測っておきます。 65.5 度ぐらいです。かなり熱い風が来てます。こちらが運転席側になります。ここ開いてますんで、ここから熱風の吸い込み口の空気が入ってきます。うっすら空気が吸い込まれていってます。そして騒音ちょっと測っておきます。このアプリで測っておきます。近くだと68デシベルですね。そしてテーブルの上は59デシベルですね。乾燥としては多少するけど、扇風機中ぐらいかなという感じです。そしたら今が1時42分ですね。でここから30分と1時間調べていきます。はい、それでは30分放置してまた戻ってきます。温度がちょっと下がってますね。 29.7 度、約1度下がってます。それでは引き続き30分放置して1時間後も測定してみます。はい、それでは30分経ってこれで合計約1時間ですね経ちましたんで、また温度測ってみます。中の温度ですね、 29.7 度、30分前と変わってないですね。もうこれが今の限界かもしれないです。ポータブルバッテリーは今 81% ですね。このペットボトルの中のお水なんですけど、ちょっとだけ溜まってます。はい、というわけで1時間経ったんですけど、温度が1度下がっただけでした。なのでこれ以上はあまり期待できないかもしれません。1回ですね、今太陽照ってますんで、夜中もう一度計測してみたいと思います。はい、この後夜も測定したんですが、いい結果になりませんでした。1時間測定し、外気温 20.6 度、車内 22.5 度でした。まとめると、昼外気温 32.4 度、1時間計測、車内 29.7 度、マイナス 2.7 度。夜外気温 20.6 度、1時間計測、車内 22.5 度、プラス 1.9 度。昼は冷えましたが、夜は窓を開けていた方がいいという結果になりました。昼も冷えましたが、快適ではないので、車中泊では使えそうにありませんでした。しかも人がいない状態なので、人がいると今よりさらに温度上がると思います。断熱のあるキャンピングカーでこの結果なので、普通車だともっと冷えないと思います。この商品自体はスポットクーラーなので、問題ないことだけお伝えさせていただきます。今のところ外部電源なしで、ポータブル電源だけで一晩持つのはクレクール3一択になりそうです。ゼロブリーズ2あるんですが、お値段がかなりします。どこかのメーカーさん、車中泊用のスポットクーラー開発してくれないですかね。よろしくお願いします。また気になる商品あれば人柱になって動画にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。
今日は発売前のポータブルクーラーキャンピングカーで冷えるのか検証します。こちらです。 E のポータブルクーラー、この動画が出る頃には発売されていると思います。ポータブルクーラーのスペックを紹介した後、こちらの軽キャンピングカーと一回り大きいライトキャブコン、実際に温度計測します。 YouTube 上にあるポータブルクーラー動画、だいたい微妙な結果が多いと思うんですけど、自分がなぜレビュー動画を受けたかと言いますと、3つ理由があります。車中泊に特化した給排気システム、2つ目、軽キャンピングカーで冷える冷房能力、3つ目、一晩持つ省電力。こちらは詳しく説明していきます。そして冷えるのか実際に検証していきます。まずはスペックから。サイズ的に軽自動車でもなんとか置けるかなというサイズです。で、重さが10キロなんですね。これまず第一印象なんですけど、結構軽いです。片手で全然持てます。付属品なんですけど、まずはこちら、電源コードです。 AC コンセントに挿して、でこっち側は本体にネジでロックできます。でこれも電源コードです。これが本体側で、ここなんですけど、反対側はこれなんとサブバッテリーなど直で付けれるようになってます。これ面白いですね。そしてこちらがダクトを取り付けるアタッチメントです。これ前面につけて、でネジで固定します。でここから冷風出口、そして冷風の吸気が前です。こちら側が後ろ、熱風吸い込み口と熱風出口のアタッチメントです。ここにダクトを取り付けれます。ダクトは2本ついてます。これカットできますんで、前と後ろ両方にすることも可能です。ポイント1つ目の給排気システム、こちらなんですけど、このアタッチメントをつけて、こっち側から熱風の吸い込み口、そしてこっち側から熱風の吹き出口が出ます。これを車外外から取り込み排出します。なぜこの給排気システムが車中泊では大事かと言いますと、外部から熱風用の空気と排出を行わないと車内に熱い空気が入ってきて冷えないからです。その理由を簡単に端的にお話しします。こちら前面、車内に冷たい風を送ります。これが例えば10出るとします。そしてここは冷風の吸い込み口、10入ってきます。なので冷風出口から10空気が出て、冷風吸い込み口から10空気が入ってプラマイゼロになって車内の空気が循環します。そしてこちら後ろなんですけど、ここが熱風の吹き出口です。でこっち側が熱風の吸い込み口です。こちらも熱風出口から10出ます。そして熱風吸い込み口から10吸い込まれます。そうするとこちらも10出て10吸い込まれるんでプラマイゼロになります。よく冷えないポータブルクーラーの特徴が熱風吹き出口、こちらだけ車外に出します。でこの熱風用の吸い込み口は車内に設置していることが多いです。そうするとこっちの熱風吹き出口から10出て、車内の空気が10吸い込まれます。熱風吸い込み口からずっと10、車内の空気が吸い込まれていきます。そうなると車内はどこかから空気を吸い込まないと真空状態になります。車は少し穴が開いてます。そこから10吸い込まれた分の外気が入ってきます。外気温が30度、35度など温度が高い日はずっと温風が車内に入るんで、この小さい冷房能力では永遠に冷えることができません。なのでこの熱風の吹き出口と吸い込み口が両方とも車外にあるのが素晴らしいシステムなんです。逆に車外にこの本体全て出しておいて、冷風のダクトで車内に空気を送って、車内の空気を冷風吸い込み口から吸い込むとそれでも冷えると思います。ただその場合盗難が怖いですね。ポイント2、冷房能力です。こちら E のポータブルクーラーは冷房能力 850W あります。こちらは去年までずっと使っていたポータブルクーラークレクール3です。こちらの冷房能力は約 800W あります。熱帯夜でも軽キャンピングカーが十分冷えることが検証で分かりました。今日はこの冷房能力は本当なのか検証します。最後のポイント3つ目、
一晩持つ省電力、こちらカタログ値でなんと 210W です。同じ冷房能力のクレクール3は約 350W ぐらい消費します。なのでかなり省電力というのがわかると思います。これが本当なら 1500Wh クラスのポータブルバッテリーでもつけっぱなしで7時間以上持ちます。これは夢があります。こちらも確かめます。そしてよくあるのが消費電力が低くても最初に 1500W ぐらい消費されてポータブルバッテリー使えないパターンもあります。今日はいくつかのポータブルバッテリーで確かめます。もう一つ大事なポイント、車中泊でポータブルクーラー使う上で冷えてもうるさいと眠れません。こちらカタログでは 1m 離れた距離で50デシベルと表記されています。これは静かです。こちらも本当なのかアプリで計測します。それではダクトを取り付けて車内にセッティングしていきます。このダクトは左側に回すと締め付けられて取れなくなります。右側に回すと取り外しが可能です。まずはインディ727から取り付けます。うわ、もうめっちゃ暑いです。締め切っていたので車内の温度が 30.1 度、車外は 31.9 度です。取り付ける場所なんですけど、後ろの窓に排気ダクトを出す方法、そしてここに置くかこっちに置きます。もしくは助手席か、助手席の後ろに置いて排気ダクトを助手席の窓から出す方法です。今回は助手席に置いてみます。はい、入らないですね。これダメですね。横幅入らないです。助手席一番後ろに下げてるんですけど、この長さがこう横に置くことはできませんでした。助手席から運転席の方にはみ出てもいいなら設置可能です。ただ不安定なのとちょっとこれでは運転できないんで邪魔ですね。で今回はこの助手席を前にしてここの後ろに設置します。そして窓に排気ダクトを通します。助手席の後ろ入り口ら辺に置くとこんな感じでやっぱり結構場所は取りますね。ただ出入りはできます。でこの台上に置いてもうちょっとこっち側にやってみます。はい、台の上乗せました。そうすると少し後ろに行けたんで入り口も確保できました。で自分のインディ727は助手席がペタンとフラットになりません。ハイゼットカーゴやエブリーなどペタンと倒せるやつはその上に乗せてしまうのが一番いいと思います。ハイネスダクトなんですけど、この断熱ボード簡単に加工できるものをホームセンターで買ってきました。ここにカットして通します。そしてライトキャブコンのマッシュの設置する場所なんですけど、このキッチンの窓ですね、こっから出すか同じように運転席か助手席から出すか、一番後ろのベッドの下ここにバケツドアがついてます。左右に。なので今回はこのサイドのバケツドアを開けてそこからダクトを通したいと思います。はい、こんな感じで断熱ボードをつけました。ちょっと隙間あるところはもう簡単に養生テープで埋めてます。とりあえず早めに実験したかったんで仮で作りました。で設置していきます。ダクトを通していきます。こっち側が吹き出口です。こっち側が吸い込み口です。ダクト通しやすいように少し大きめにカットしました。でこういう時に使えるのが100均で売っているヘアバンドです。ここに密閉させます。これで完璧ですね。中から見るとこんな感じです。それではいよいよ実験していきます。まず温度なんですけど、このテーブルの上に温度計を置いておきます。現在の温度が 31.1 度、めっちゃ暑いです。温度計1、それがここに置いておきます。これはこのエアコンのすぐ前のところですね。そして温度計2が今 28.8 度なんですけど、こちらが運転席ダッシュボードの下に置いておきます。そして今外気温影に置いてるんですけど 29.7 度です。じゃあこれで写真撮っておきます。で外はお昼なんで上から日が当たってます。全体的に当たってます。そして外気温を測る温度計はこのリアのボックス開けて影作ってこの下に置いていきます。ポータブルクーラーの後ろここにドレーンホースあります。結露した水が出てきます。差しときます。
でペットボトルに差しときます。それでは電源つけていきます。ポータブル電源はこのジャクリの 1500Wh タイプでいきます。今バッテリー残量は 100% です。こちらのメインスイッチを押します。でこれで設定温度ここで上げ下げできます。もう16度で一番強くしておきます。で風量が3段階あって、一旦もう強でいってきます。ここにお休みマークみたいなのがあります。これはちょっと今なんか押しても反応ないですね。また後で調べます。はい、それでは12時54分温度計測します。ここなんですけど、カーテン閉めて空間狭くして冷えるようにしておきます。バッテリーの消費電力なんですけど、 60Hz で今 230W 消費されてます。だいたいカタログ通りですね。風なんですけど、まあまあ冷たい風出てます。一回温度測ってみます。冷風吹き出口は約23度ですね。風も結構強くて、10センチの距離で風速計で 6.2 メーター。こんだけ風が強かったら、狭い車内でしたらサーキュレーターいらずに回ると思います。こういって向こう渡って、こっち側から今涼しい風来てます。今開始して10分ぐらいなんですけど、車内のテーブルの温度が29度台に入りました。最初は31度だったんで、効果はしっかりあるようです。さあ、そして気になる騒音なんですけど、今マックスなんでまあまあ音がします。一度アプリで測ってみます。1メーターのところですね。この辺が1メーターになります。ここで測ります。66デシベルです。一度風量を弱にしてみます。弱だと61デシベルに下がりました。弱だとかなり静かですね。今はポータブル電源のファンが回ってるんで、こっち側の音の方がするぐらいです。とりあえず実験なんで今日で冷やしておきます。はい、30分経ちました。今現在の中の気温、テーブルが 27.7 度、約 3.5 度下がりました。で、冷風吹き出口のすぐ近く、こちらは 26.4 度、結構冷えてますね。で消費電力は変わらず 230W 付近ですね。でバッテリー残量は 90% になりました。冷風出口が温度下がってます。 19.4 度まで下がりました。やっぱり時間経つごとに温度が冷えてくるようです。運転席の温度計は 29.6 度と変わってないですね。やっぱりカーテンの向こうは暑いようです。排気ダクトちょっと暑いですね。温度測ってみます。45度、結構暑いですね。ここもせっかくなんで断熱残り30分して測ってみます。はい、こういった簡単な断熱できる銀マットですね。こちら巻いていきます。こんな感じで簡単に巻きました。でこれで30分様子見ます。はい、約1時間経ちました。で今天井の方に日がずっと当たっています。排熱吹き出口、ここのダクトなんですけど、温度が今32度ですね。10度以上温度が下がりました。排熱ダクト温風出口が現在51度、めっちゃ暑いですね。中はどうなってるんでしょうか。入ってみます。うわ、結構涼しいですね。現在の中の温度が、テーブルの上が25度ですね。これで記録していきます。冷風出口は 23.3 度で、運転席は 29.8 度、外気温は 27.8 度です。ポータブルバッテリー消費電力変わらず 230W、 残量は 80% になりました。これで切っておきます。ドレーンホースのお水は出てないですね。1時間で最初中が 31.2 度だったんで 6.2 度下がりました。これだったら快適です。やっぱり狭いんで空気が充満して温度が下がってくれました。日中でもこのぐらい冷えたのは嬉しいですね。それではライトキャブコンマッシュでやってみます。はい、それでは次マッシュの設置方法なんですけど、この後ろに置きます。排熱ダクトなくてそのまま立ちそうだったんで、こんな感じで断熱ボードここに貼って、こっから
直接出したいと思います。マッシュの状況なんですけど、今天井からサイドまでよく日が当たってクールバー熱くなってます。外気温の温度計なんですけど、こちらは日が当たってない側面のこちらに設置しておきました。中からは両面テープで断熱ボード貼りました。でここにダクトそのまま入れます。はい、これで大丈夫ですね。外からはこのヘアバンドでこのダクトの隙間を埋める長さがないので、このスポンジを巻いてきます。はい、これで隙間なく埋めれました。車内から見るとこの横向きに設置していますんで、風がこっち来ません。でこの付属のダクトをつけて向きを変えます。これで OK ですね。こっち側にダクトが向きました。ドレーンホースもまた設置しておきます。で先ほどドレーンホース全然水溜まってないと言ったんですけど、少しだけ溜まってました。それではマッシュの方も計測していきます。今車内の温度なんですけど、テーブルの上が 30.6 度、運転席が 30.8 度。もう熱中症になるんちゃうかってぐらい中は暑いです。今回バンクベッドのこちらにも温度計設置しました。ここは 33.1 度です。でエアコンのすぐ冷風出口付近、こちらが今30度。外気温なんですけど今28度ですね。それでは1時間計測していきます。ポータブルバッテリーの残量は 80% です。そしてこちらももう冷風16度で、風量はマックスでいきます。さすがにこのライトキャブコンはかなり広いんで、この小さいポータブルクーラーでは冷えるの難しいかもしれません。それでは1時間後にまたチェックします。はい、こちら外なんですけど、こっち側に熱風の吹き出口で、こっちは吸い込み口なんですけど、結構近いんで熱い風がこっち入っちゃう可能性がありますんで、それでこっち側の吸い込み口をこれ取り付けて、こっちから熱風出ているんで吸い込まれることはないと思います。1時間経過しました。現在マッシュ外なんですけど、火がガンガンに当たってます。それでは中入って温度計測します。現在のポータブルバッテリーの残量は 61% になりました。消費電力は 220W ですね。約なんとも言えない温度ですね。なんかめっちゃ暑いとかはないんですけど、そこまで冷えてるっていう感じでもないですね。それでは温度見ていきます。まずテーブルの温度が28度、1時間前が 30.6 度だったんで約 2.6 度下がりました。冷風出口付近の温度が 25.9 度、ここはかなり冷えてます。バンクの温度計なんですけど、これ結構冷えてますね。 26.7 度。バンクベッドの温度計は最初 33.1 度だったんで 6.4 度も下がってます。一番後ろに置いている冷房の冷風口からそのままバーって上がってきて、バンクベッドに直接風がいったんだと思います。ここまで風は普通に感じます。風量はやっぱり強いですね。そして外気温は今温度が下がってきて 26.7 度です。バンクベッドが結構冷えていて、このテーブルの上がそこまで冷えてなかったんで、もしかするとサーキュレーターとか上に設置すればもっと温度が下がるのかもしれません。せっかくなんでサーキュレーターありますんで、設置してあと30分だけ回して実験してみます。こんな感じでバンクベッドにサーキュレーターを設置しました。こちらで検証してみます。ちょっと温度下がってますね。現在のテーブルの温度が 26.9 度。やっぱりサーキュレーター回すと温度下がります。バンクベッドの温度計は 25.8 度です。冷風が一旦バンクに上がって、それをサーキュレーターで全部に拡散する。そうすると部屋全体の温度は下がるみたいです。現在の外気温が下がってきて26度ですね。そして騒音ですが、今ジャックでかなり静かです。でジャクリのポータブルバッテリーが中のファンが回っているんで結構音します。なので一度ファンレスのポータブルバッテリーに変えて再度騒音を測定してみます。それではこちらのマックスパワーポータブルバッテリー、こちらファンレスになりますんで電源つけてみます。先ほどのジャクリは
定格出力は 1000W ですが、こちらは 700W です。定格出力 700W でも使えるかも試してみます。じゃあ電源つけます。一度マックスにしてみます。16度です。問題なく使えてます。この状態でアプリで騒音調べます。ここから 1m ぐらいですね。風量マックスで63デシベルでした。次、風量弱めます。56デシベルですね。カタログ値の50デシベルまでいきませんが、56デシベルなんでかなり静かです。これなら問題なく眠れると思います。さあ、そしてもう一つ気になるのが、電源つけた時に最初に大きい電力が流れてポータブルバッテリー使えないタイプもあるんじゃないかということです。できればマックス 300W ぐらいまでのポータブルバッテリーがあればよかったんですけど、今家にあるのがこのジャクリの小さいタイプ、ジャクリ700です。こちらが 500W までしか使えません。それでは最大電力 500W までのポータブルバッテリーを試します。スイッチオン。マックスでいきます。今どんどん消費電力上がっていってます。問題なく動きました。現在の消費電力は 215W です。周波数は 50Hz なんですけど、マックスで 210W ぐらい。こちらはカタログ通りですね。消費電力はポータブルバッテリーによってかなりばらつきがあるようです。同じジャクリのメーカーでも 250W 消費と 210W 消費、かなり下がりました。そして最後にこちらのスリーブのマークですね。一度押してみます。ここのマーク消えましたね。こちらのマークは冷房のマークになります。なのでこのスリープモードを押すと送風になるようです。それでは検証結果まとめです。まずは軽キャンピングカーから。日中外気温 29.7 度、車内 31.2 度、1時間ポータブルクーラー使用して外気温 27.8 度、車内25度、マイナス 6.2 度になりました。ライトキャブコン、日中外気温28度、車内 30.6 度、1時間ポータブルクーラー使用して外気温 26.7 度、車内28度、マイナス 2.6 度、さらに30分サーキュレーターと併用すると車内 26.9 度、マイナス 3.7 度でした。軽キャンピングカーなら外気温より冷える。ライトキャブコンは外気温と一緒くらいまでしか冷えないという日中の結果になりました。消費電力についての検証結果まとめです。容量 1500Wh タイプのポータブルバッテリー、1時間で約 20% 減りました。使い切るとして容量 1500Wh なら5時間使用可能、8時間使用するなら約 2400Wh 必要となりました。ただしポータブルバッテリーにより消費電力ばらつきあります。最後に今日一日触ってみて感じたメリットデメリットです。まずはメリットから。なんといってもこちら軽いんです。狭い車内では持ち運びやすかったです。そして2つ目、設置が楽。給排気システムを車の窓側だけ DIY すればいいので楽でした。この2本のダクトを車外に出してあげれば冷えます。3つ目なんですけど、騒音です。最小にすれば騒音56デシベルになります。これはかなり静かで夜だったら全然眠れます。ただし風量マックスにすると少し耳障りになります。最後4つ目のメリットなんですけど、軽自動車ならよく冷えます。今日は30度ぐらいでしたが、もうちょっと暑い日でも冷えると思います。カタログの冷房能力 850W は本当でした。次、デメリットです。ライトキャブコンとバンコンは日中はあまり冷えません。軽キャンピングカーだとよく冷えましたが、スペースが広がると冷房能力 850W では力不足に。そして断熱のないバンコンはさらに冷えにくいと予想されます。その場合は直接風を当たるか、こういった後ろのスペースをカーテンとかしてスペースを狭くするかですね。あとは日中は避けて夜のみだったらいけそうです。デメリット2つ目、ドレン処理がちょっとめんどくさいですね。これで今回もこんな感じでペットボトルに突っ込みました。こんな感じで2時間ちょいの使用でこんなぐらい溜まってます。こういった感じで中に溜まっていって取り出す方法もあってもいいかなと思いました。そっちの方が車種枠では
使いやすそうですといった感想になりました。個人的には欲しいです。軽キャンピングカー用に買う可能性があります。いやー、いい商品出てきましたね。そして来週はもうワンランク上のポータブルクーラーもレビュー動画出しますので、そちらもぜひチェックよろしくお願いします。今年はポータブルクーラー元年と言ってもいいんじゃないでしょうか。ポータブルバッテリーの進化とともにクーラーも進化してきました。もう電源のある場所や標高の高い場所に行かなくても夏の車中泊可能になりそうです。ご視聴ありがとうございました。今年もこの季節がやってきました。新しいポータブルクーラーの検証です。夏の車中泊では欠かせない存在になってきました。今日は実際に車に設置してみて何度下がるのか検証、そして1日触ってみて実際に感じたメリットデメリットをお伝えします。過去に検証したポータブルクーラーの動画はこの動画の説明欄にリンクを貼っておきます。調べたら6機種やってました。今回で7機種目です。ここ近年は毎年性能アップされた新製品が各メーカーさんから発売されます。今年もエコフローさんから性能アップした新製品発売されます。こちらはエコフロー Wave2 と言います。発売前のプロトタイプをお借りしています。エコフローさん、今年もかなり攻めています。このポータブルクーラー Wave2 とともにもう一つ新製品、世界初の製氷機と取り外し可能な脱着式バッテリーを備えたポータブル冷蔵庫グレイシャーです。両方とも車中泊に使えそうです。今回はポータブルクーラーを中心に検証します。今から検証なんですけど、残念なことに今4月ということでそこまで暑くありません。本当は炎天下の真夏日に検証したかったんですが、今回は外気温23度での検証になります。ただですね、車内はこれでもかなり暑くなっていると思います。軽キャンピングカーとライトキャブコン、そして軽自動車、今温度計設置しますので一番暑い車で検証します。はい、こちら N 版の中なんですけど、現在 33.7 度、かなり暑くなってますね。でこれワイヤレスの温度計設置してるんですけど、1番がライトキャブコン23度で、2番が軽キャンピングカー29度。やっぱりキャンピングカーの断熱性能すごいですね。 N 版は 33.7 度まで上がってます。じゃあこの N 版で検証します。まずはこの Wave2 性能アップしたところを簡単にお伝えします。スペックはこちらに貼っておきます。一番の注目は何といっても冷房能力がアップしてます。前回の Wave1 が 1200W、 Wave2 が 1500W です。この 1500W は冷房能力で消費電力ではありません。カタログによると5分で車内が35度から25度に10度下がるようです。冷房と暖房を切り替えて使用できます。この本体の下にオプションのバッテリーパックついてるんですけど、これで2時間から8時間使用可能ということです。このバッテリーパックのスペックはこちらに掲載しておきます。2つ目、静かになりました。車中泊で大事な騒音レベルが大幅に下がりました。 Wave1 が 55dB、 Wave2 が 44dB、 かなり下がってますね。これ本当なのか実際に後で計測します。サイズもコンパクトになりました。 Wave1 より 20% サイズダウン、重量は 17.5kg から 14.5kg、 3kg 軽くなりました。 N 版の助手席に置いてみるとこんな感じです。軽くはないんですけど持てる重さです。ちょうど助手席に乗るサイズですね。これバッテリーパックつけたものなのでいらなかったらもうちょっと高さは下がります。こちらが裏面です。ここからドレン水が出ます。処理が結構面倒だったんですけど、排熱と一緒に車外に排出されるようです。これは本当助かります。暖房の場合はドレン水出ますんで、ここにホースを挿してでこっちから排出します。排熱用ダクトパネルが1枚ついています。これ欲しかったんです。実際に車中泊で使うとき DIY するんですけど、設置するパネル作るの結構手間だったんですよね。今回はこちらついてるんで DIY の難易度が下がりそうです。このダクトが排熱ダクトです。ここに設置して車外に熱い空気を出します。そしてこちら側が車外の空気を取り込むダクトになります。この2つを車外に設置します。その際、車の窓に設置するダクトパネルがこちらになります。なんかかなり良さそうなんですけど、これよかったら実際に自分でも買って実際の車中泊で使用していきたいんですけど、気になる点がいくつかあります。実際の冷房能力気になります。カタログでは5分で10度下がると記載されてます。本当に下がるんですかね。
これは今から検証します。ポータブルクーラーってやっぱりうるさいんですよね。冷えても快適に眠れないと意味がないです。これも実際に車内で何デシベルか計測します。この排熱ダクト用パネルの設置なんですけど、これ窓につけるんですけど、実際に取り付け方法ですね、面倒ではないか今からやってみます。消費電力カタログでは約500ワット、正直これでは長時間使えないはずです。実際に何ワットなのか、そして電源つけた時に突入電力というガッて上がる電力があるんですよね。それが何ワットなのか、それによっては使えないポータブルバッテリーも出てきます。今から全部検証します。まずは消費電力から調べます。現在バッテリーパック接続してますんで、バッテリーパックで何ワット消費されるか見てみます。ここでモードを選択します。冷房モードで、設定温度はもうこの16度一番低くしておきます。で、風量はこれで3段階あって一番小さくしておきます。はい、冷房がつくとここ青く光ります。これは分かりやすくていいですね。Web2 専用のアプリがあります。こちらでバッテリーのところを触るとこんな感じで出力が分かります。現在約 229W ですね。これで風量最大にしてみます。はい、風量大で約 247W 消費されてます。風量ではそこまで消費電力は変わらないようです。ただですね、そんなに風量これ弱はやっぱ弱くて、一番強い強でもそんなに強くないです。この冷風吹き出し口から10センチ離れたところでも風速 5.2 メーターです。軽自動車だったらこれぐらいでいけるかもしれないんですけど、大きいキャンピングカーだったらサーキュレーターと併用しないとダメっぽいですね。次はこのポータブルバッテリーの AC 接続で何ワット消費されるか確かめます。このバッテリーパックは専用の DC 接続なんでかなり消費電力が少ないんですよね。使用するポータブルバッテリーは同じエコフローのリバーです。容量 720Wh です。はい、それではポータブルクーラーのスイッチつけます。突入電力あるか調べます。現在約 50W です。ここからガンガン上がってきます。はい、落ち着きました。約 240W ですね。風量は小です。これ突入電力ないですね。このままじんわり上がってきました。これはすごいですね。風量強でやっておきます。はい、落ち着いてきました。現在 270W ですね、約。ちなみに電気の周波数は 60Hz です。それでは実際にエネマに設置して温度は何度下がるのか、そして騒音レベルも調べます。この排気ダクトを設置するんですけど、窓にこの以前から使っていた断熱シェード、こちらですね。普通はこうはめて使うんですけど、ここにこれを貼ればいけそうですね。ただこれは切り抜かずに仮設置ということで段ボール切り抜いて使います。はい、簡単に切り抜きました。で、ここにダクトが来ますんで、この辺ですね、この辺につけます。で、ここにダクトを突っ込んでいきます。はい、これで設置 OK です。こっち側が排熱ダクトです。で、こっち側が外気取り込み用のダクトです。この2本のダクトを車外に出さないと車中泊では車内はちゃんと冷えません。1本だけだったら車外の熱い空気が入ってくるんですね。今は大丈夫なんですけど、真夏になるとそれは冷えません。詳しい説明は過去の動画でしていますんで、よかったらそちらも参照してみてください。外から見るとこんな感じです。こっち側が熱出ます。で、これ外気取り込み、こっち側に向けておきます。それでは早速検証していきます。現在の車内の気温が29度で、これ1番 30.6 度なんですけど、この一番上ですね、ここに置いてます。ルーフのところで、この2番が26度は外気温です。フロントウィンドウの外に置いてます。現在は曇りです。車内の温度計は吹き出し口後ろ後方に置いておきます。外は涼しいんですけど、窓開けてないとかなり車内は暑くて今汗ばんでる状態です。それでは早速ポータブル電源で検証していきます。ポータブル電源の残量は現在 99% です。容量 720Wh です。設定温度一番下げていきます。じゃあ16度ですね。一番強い強で風量を入れていきます。これでマックスの冷房能力が上がります。あれ、消費電力が変わってます。さっき外でやった時は 200W 台なんですけど、この暑い中でやると 422W ぐらいで出ます。やっぱり暑い環境だと消費電力が上がるようです。設定温度になったら消費電力が下がると思います。もう曇りなんで車内のシェードはしていません。はい、それでは騒音を調べていきます。だいたい1メートルぐらいの距離ですね。車内真ん中に置いて計測します。設定温度一番下げて風量は強です。
はい、61デシベルでした。この低音の方のブーンという音はなくて、高音の方が一番音が大きかったようです。では小で試してみます。風量一番小さくすると57デシベルまで下がりました。どうでしょうか。このぐらいだったら許容範囲じゃないかなと思います。こっち側を頭にするんじゃなくて、後ろを頭にすれば全然問題ないかなと思います。はい、じゃあまた強にして10分後何度下がったか調べます。はい、10分経ちました。結構下がりましたね。10分後、車内の温度は 24.8 度で、天井に置いている温度計は 28.3 度まで下がりました。車外は 24.8 度まで下がりました。中はもうかなり涼しくなってきました。それでは残り50分も計測して1時間で何度まで下がるか検証します。はい、騒音なんですけど、よく考えたらこれポータブルバッテリーファン回ってるんですね。なのでこの騒音も入っているんで、温度検証終わってからポータブルバッテリーは使わずに、このファンのないバッテリーパックで騒音の検証をします。ここの冷風吹き出し口の温度を測っておきます。約9度ですね。かなり冷えてます。そしてこの排熱ダクト、本来は断熱シートなどを巻いて断熱した方が効率は上がります。で、温度調べておきます。ここは約36度です。このアプリとほとんど同じですね。アプリではこの冷風吹き出し口が約9度、そして現在のこの車内の温度が 19.5 度。アプリの車内の温度計は冷風の吹き出し口付近になると思いますので、かなり温度は低く表示されていると思います。はい、約1時間経ちました。で、消費電力下がってますね。260ワットに消費電力下がってます。はい、それではこれでストップします。1時間使用した結果、車内の温度が 17.3 度まで下がりました。で、天井の温度計が 21.1 度、で外気温は 21.9 度です。ポータブルバッテリーは 99% から 62% に減りました。最後の結果をまとめとメリットデメリットをお伝えする前に、最後にポータブルバッテリー使わずにこのバッテリーパックとウェーブ2だけの騒音を調べていきます。それではまずはつけてない状態の騒音を調べていきます。無音の状態で51デシベルでした。次バッテリーパック接続します。風量弱からいきます。弱で57デシベルでした。次風量強です。風量強だと59デシベルでした。やっぱりポータブル電源使っていると60デシベル超えてたんで少し静かになりました。はい、それでは今回の検証結果をまとめます。1時間使用しました。車内が29度から 17.3 度、マイナス 11.7 度。計測時刻はお昼の3時です。外気温26度から最終 21.9 度まで、外気温も4度下がってるけど、それ以上に車内も下がりました。騒音は風量小で57デシベル、風量強で59デシベル。消費電力は約500ワット、設定温度になると220ワットから260ワットぐらいになります。ポータブルバッテリー容量 720Wh で 99% から 62%、37% 消費しました。2時間は問題なく使えると思います。容量 1000Wh なら3時間は持ちそうです。最後に今日一日この Wave2 触ってみて感じたメリットデメリットをお伝えします。まずはメリットから1つ目、騒音が下がりましたね。これ軽自動車の中にいても過ごすことができます。外も静かになっていました。隣に車いても大丈夫だと思います。ただ窓のパネル1枚だけなんで外の音はガンガン入ってきます。この操作かなりやりやすかったです。トリセツ読んでなくても多分すぐ分かると思います。で、冷房の時なんですけど、ここ青く点滅するんですね。これめっちゃいいですよね。やっぱり操作パネル見なくてもパッて見た感じ、冷房か送風か暖房かは分かるのは嬉しいと思います。今回ポータブルバッテリーでも使用しましたが、突入電力はほとんど上がりませんでした。これはめちゃくちゃ大きいと思います。結構 2,300W の消費電力が低いポータブルクーラーでも突入電力は 1000W ぐらいあるタイプもあります。でもこれはほとんど上がらなかったんで、いろんなポータブルバッテリーが使えると思います。この窓の設置ですよね。 DIY 慣れてない方なら 2,3 時間はかかると思います。で、このダクト用のパネルなんですけど、すごい柔らかい素材で耐久性もないのでそのままは使えません。結局自分はこの型取りに使ってカッターでダクト切り抜きました。旅先に行ってこういったパネル設置するのちょっと面倒ですよね。車種ごとに DIY しなくてもいけるような窓パネルがあればいいんですが、これはやっぱり難しいんでしょうね。でもこの窓用パネル用意してくれたのはかなり大きいと思います。風量なんですけど、軽自動車だったら全然問題ないんですけど、こういった大きいキャンピングカーならサーキュレーターなどいると思います。
昼間だと 1000Wh タイプのポータブルバッテリーでも 2,3 時間しか使えません。省エネでパワーが上がったといえどポータブルクーラーなので過度の期待は禁物です。日が落ちてから使う夜寝る時だったらこのお休みモードでつけたり消したりしてくれるんでバッテリーパックで8時間持ちます。同じエコホロのポータブル電源デルタプロなら18時間持つそうです。インバーター内蔵の日本製の家庭エアコンのように設定温度になったら消費電力 50W になるとかはないです。最低でもやっぱり 220W ぐらいは消費します。自分だったら軽キャンピングカーの助手席に置いて弱で使用します。弱だったらかなり静かです。そして今ソーラーパネル乗っけてますんで約 350W ぐらいですね。太陽が出ていたら入力されます。そうなるとソーラーパネルからの入力だけでポータブルクーラーが動きそうです。かなりロマンありますよね。また炎天下の車中泊旅でも実際に使用して検証してみたいと思います。あとはこのサイズの大きいキャンピングカーですよね。炎天下で検証したいと思います。最後にこの氷もできる世界初のポータブル冷蔵庫、電源だけつけてみます。中はこんな感じになってるんですね。容量は38リッターあるそうです。こちら側がアイスメーカー製氷機ですね。約12分で18個の氷を作ってくれるそうです。これキャンピングカーに置いてハイボール飲みながら旅したら絶対楽しいですよね。冷蔵庫の裏にバッテリー挿入する場所があります。これですね。はい、電源つけてみます。なんかかっこいいですね。このバッテリーパックで最大40時間の運転を実現しているそうです。1個は冷蔵、1個は冷凍という感じで使えるみたいですね。さすがに軽自動車には大きいですけど、大きいキャンピングカー、ライトキャブコンクラスなら大丈夫そうですね。またこういうのも使って豪華な旅もしてみたいです。それではご視聴ありがとうございました。イーノーさんから小型ポータブルクーラーとしては過去最高の冷房能力 1758W というかなり強力なポータブルクーラーが出ました。窓用エアコンが 1400W から 1600W ぐらいなのでそれ以上の冷房能力になります。そしてこのコンパクトさ本当なのでしょうか。今日はこの軽キャンピングカーに設置し検証します。このデザインどうでしょうか。かっこいいですよね。なんかやってくれそうなデザインです。今から付属品スペック紹介した後、実際に軽キャンピングカーで何度まで下がるか検証します。去年動画に出した1個前の 2.0 タイプ小型タイプはこの動画の説明欄に貼っておきます。車内で検証する前に自分が気になっている点が、冷房能力 1750W は本当なのか。カタログで3分で12度吹き出し口は下がるそうです。実際に検証します。電力なんですけど、カタログでは消費電力 550W と記載されていました。常にこの電力で消費はないと思いますので、実際の平均消費電力、そしてポータブルバッテリーで何時間使用できるのか検証します。カタログには載ってないんですけど、突入電力、コンプレッサーが作動するときに一時的に大電流が流れる可能性があります。こちらも調べます。うるさくないか、狭い車内で眠れるのか、音量を計測します。この本体のこの下からドレンスが出るんですけど、どのぐらいの量出るのか、こちらもペットボトルか何かに挿して量を測ります。こちらが付属品一覧です。この中で気になるのがまずはリモコンですね。ポータブルクーラーでは珍しくリモコンが付属してます。ドレーンホースはこちらで本体の一番後ろ、ここに差し込み口があります。本体の上、ここちっちゃい小物収納になってますんで、こんな感じでリモコンやドレーンホースを収納しておけます。そしてダクトホースが2本あるんですけど、こちらはちょっと自分長かったので半分にカットしました。でこの背面後ろにハイネスパネルをはめます。そしてダクトホースを回して固定します。でこのダクトを2本車外に出すんですけど、2本出すのが重要になってきます。こちら熱風の吹き出し口になります。でこっち側が熱風の吸い込む口、車外の空気を取り込みます。でこの1本だけ熱風だけ車外に出していても冷えません。というのは30度ぐらいの暑い日だと熱風だけを車外に出していて、こちらは車内から吸い込むとどんどん車内の空気が吸い込まれていきます。どんどん真空状態に近づいていくんですけど、車というのはどこかに穴が開いてます。なので車外の30度以上の暖かい空気がどんどん入ってきて車内が冷えないことになります。ちょっとこれややこしいんですけど、25度以下ぐらいならこれ1本だけで外に出すので大丈夫です。で30度以上になると日本車外に出さないと冷えないと思っておいた方がいいです。スペックはこちらになります。
気になるところは重さが 13.8kg と意外と軽いです。全然持ち運ぶことができます。でこちらは冷房のみで暖房はありません。こちらが操作パネルなんですけど、一度電源つけます。そして一番左のボタン、こちらで冷房、送風、除湿、スリープモード切り替えることができます。スリープモードは低負荷で冷房が続くそうです。その次のスイッチがスリープモード、そしてこちらを押すと温度をこのつまみで変えれます。16度から31度まで変えれます。風量もこのつまみで7段階風量を変えれます。それでは早速軽キャンピングカーで検証していきます。で助手席倒してこの板置いてます。 L 字にしてます。この上に置いていきます。窓にはめるダクトを通すパネルなんですけど、こちら去年使ったやつを使います。でダクトの穴が大きくなったんでこんな感じで大きくしました。でこちらなんですけど、こんな感じで隙間テープ100均で売ったやつですね。ここに貼ってダクトの隙間を防ぎます。はい、この材質なんですけど、これは裏段に壁紙を貼ってるだけです。はい、こっち側が排熱、こっちに出るようにします。でこれ吸気なんですけど、ちょっと下向けて雨入らないようにしてきます。はい、こんな感じでセッティングできました。で今から検証なんですけど、で今日はなんとあんまり暑くありません。これ外の温度計なんですけど、今車外が 21.2 度、こちらが車内なんですけど22度。これでは冷房の検証にならないので、このキャンピングカー専用の暖房 FF ヒーターついてますんで、この FF ヒーターで一度設定温度を33度ぐらいまで上げてから冷房を検証します。ここで疑問なのが、車内を33度まで上げても外が寒いので、勝手に10分30分1時間経ったら下がってくると思います。それだったら冷房能力分かんないですよね。なのでまずは33度まで上げてから、冷房なしで放置して10分後1時間後何度下がってるのか調べてから、再度車内を33度まで上げて、この冷房で10分後1時間後何度まで下がるか検証します。これで本当の冷房能力が分かると思います。はい、じゃあ運転席との仕切りカーテン閉めて、この状態で計測します。今このワイヤレスの温度計、この1番が車内のテーブル真ん中に置きました。今 33.2 度まで車内が上がりました。なので切って1時間後何度まで下がるか計測します。はい、1時間経ちました。車内の温度は 28.9 度まで下がりました。中は28度なんでかなり暑いです。じゃあまた仕切りカーテンして、一旦33度まで温度上げて冷やしていきます。はい、こんな感じでセッティング完了しました。ポータブルバッテリーは 61%、こちら容量 2000Wh です。ポータブルバッテリーで何時間使用できるかも計測していきます。温度計は車内テーブル中央と一番後方にも一つ置いておきます。はい、車内の温度計が33度になりました。バッテリー残量が 1% 減って 60% になってますね。でこれで計測していきます。それではこのリモコンでポータブルクーラーつけていきます。冷房で温度が一番最低16度で、風量は一番強くしておきます。なのでですね、で今現在の車内の温度が 33.6 度、ここで計測していきます。はい、10分経って少し温度が下がってきました。現在の消費電力を調べたいんですけど、これドア開けちゃうと冷たい空気が入って車内の温度が下がってしまうんで、この窓ガラスから写真撮って調べます。写真拡大して分かりました。 413W 消費してます。周波数は 60Hz です。はい、1時間経ちました。温度かなり下がりました。でこれで記憶しておきます。はい、じゃあ今の消費電力が約 240W、 そして残量が 41% です。車内はかなり寒いです。もう切っておきます。なんと1時間で 13.7 度下がりました。10分後、30分後などの細かい比較は最後に表にまとめます。もう一度つけて騒音だけ調べておきます。こちらはスペクトラムアナライザーといって音量を測れます。まず無音の状態測っておきます。無音の状態で 50dB でした。このクーラーから1メーターぐらいの距離で計測します。はい、設定温度16度で一番風量小さくします。風量弱で 57dB でした。
はい、じゃあ次、風量一番強くします。風量マックスだと62デシベルとまあまあ音します。次なんですけど、お休みモードっていうのが一番静かみたいなんで一度やってみます。お休みモードも風量弱と同じ57デシベルでした。今ですね、お休みモードで設定温度16度にしてるんですけど、消費電力が 1W になりました。風は少し出てるんですけど、コンプレッサーは今回ってません。なのでこのお休みモードは冷房とストップを繰り返すようです。それでは検証結果まとめます。まずは冷房能力。ポータブルクーラー設定温度16度、風量最大、車内 33.6 度から10分後 31.2 度、2.4 度下がりました。30分後 24.6 度、9度下がりました。1時間後 19.9 度、13.7 度下がりました。FF ヒーターで車内を温めた検証だったので、参考までにクーラーをつけてない状態での温度変化調べました。車内 34.2 度、30分後 34.1 度、0.1 度下がりました。1時間後 32.1 度。ポータブルクーラーの冷房能力の効果がかなりすごいことが分かりました。消費電力です。最初30度以上だと 413W 消費していました。で、車内が冷えてくると 240W、設定温度になると 5W コンプレッサー溜まりました。容量 2000Wh ポータブルバッテリーで1時間で 19% 減りました。約 20% として 2000Wh のポータブルバッテリーがあれば5時間使用可能です。心配していた突入電力はなしです。次は騒音についてまとめです。冷房状態で風量小57デシベル、風量大で62デシベルでした。風量大だとちょっと気になりました。ドレン水なんですけど、このペットボトルに全部行くようになってました。で、今回なんですけど、結構ありますね。1時間でペットボトル 150ml って感じですかね。今日は湿気が結構ある状態でした。意外と出ましたね、ドレン水は。それでは最後に今日一日触ってみて感じたメリットデメリットをお伝えします。まずはメリットからいきます。最初、送風口、こちらなんですけど、これ2箇所、こっち上、こっち下など上下に分かれて風を送ることができます。こうすることにより上と下両方行くんで素早く車内を冷やすことができました。この外気取り込む用のダクトなんですけど、こちらにこんな感じでメッシュついてます。なのでこれ外から虫とか入っても中に入らないようになってます。そしてこのダクトグリルですね、これもついてますんで先っぽにつけることができます。ここで100円ショップなどで売っている網戸を貼ればさらにホコリや虫の予防ができそうです。3つ目のメリットは何といっても冷房能力です。1時間でマイナス 13.7 度はポータブルクーラーの中で過去最強じゃないでしょうか。それでは次はデメリットです。5つありました。まず最初一番気になったのが動作音です。これ風量大だと寝るときに気になる人多いと思います。例えばなんですけど、横で車のエンジンがついていても寝られる方は風量最大でも眠れると思います。自分だったら小で使っていきます。次気になったのがこの排気ダクトの位置です。裏にあるんですけど、でそのまま持っていこうとしたらここ取っ手が前に1個あります。そしてもう1個が裏、ここなんですね。なので元としたこのダクトが邪魔で持てませんでした。毎回ダクトを外して持ち運ばないといけません。この窓パネルの DIY なんですけど、やっぱり時間かかります。ダクトが2本なので DIY のハードルも上がります。この手のポータブルクーラーは全てになりますが、やはり手間です。しかも走行中は外さないといけません。その都度セッティングの手間が必要になってきます。次はドレーン水です。ノンドレーンだったら最高なんですけど、結構出ました。これ冷房能力強力なんで仕方ないんですが、梅雨の時期一晩つけっぱなしだとかなり出そうです。もう窓の外に出しちゃうか、こういったシンクに直接ホースを突っ込むかなんですけど、これ厄介なのが高さが出すとこより高くないといけません。このドレーンホースは本体の一番下についてますんで、これを上げないといけません。なのでそれは難しそうです。で、5つ目は冷房開始まで時間かかるんですけど、この手のもの大体全部そうなんですけど1分ちょいかかります。初めて購入検討している方向け念のためにお伝えさせてもらいました。最後に自分自身個人的な意見を言いますと、デメリットは多々あるんですけど、とうとうここまでヒールポータブルクーラーが出たかという感じですね。エアコンが設置できない車には本当にありがたいです。耐久性など今回の検証ではわからない部分はありますが、こんなに冷えるなら真夏の日中でもいけると思います。
今回外気温21度とあまり暑くなかったんですが、明日ですね、ちょうどお昼30度超えとかなり暑くなりそうです。早速車中泊で行ってみて実践で使ってみます。また動画にしたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。